山本貞夫さん、当時14歳。爆心地から約 2.5km 離れた東練兵場で被爆しました。8月6日はですね、1年生が建物疎開行く日だったわけ、前日我々は行ってますからね。8月5日は2年生が行ってたから。で本当は2年生はその日は学校に行かなきゃいけなかった、ところがこれはまたその、運命ですな。たまたまその日に限って2年生は学校へ行かないで東練兵場へ集合せと。で当時その東練兵場というのはもう食糧難の時代だから、みんな学校がみんなさつまいもの畑を作ってたわけね。ところが夏だからもうしょっちゅう草が生えるし、もともと草っぱらだからね。だから2年生全部東練兵場に集まってね、今日は草取りをする、今日はね明日は草取りするから全部東練兵場集まれと言われて、我々は助かったわけね、もし学校にいたら完全に私は被爆死ですよ、たまたま東練兵場に行ったんですよ。だからその集合して、80音ですからね、集合という声がかかったと思うんですけどね、ちょうどその時に、南東の方向からというんですけどね、南東の方向からいわゆる B29 大型爆撃が飛んできたわけで、3機飛んできたんだそうですけど、私は2機しか見えなかったんだけどね。でそれを見ましたらね、当時その警戒警報は解除されておったし、それからたった機数も3機少ないしね、空襲というのは夜間があってもう大変態で来るんだけど、明るいうちにたった3機しか来ないんだから。だから私はそれを見ましてね、おかしいな、飛行機が飛んできよるっていうわけでね、何時に来たんじゃろうかってね、みんなねポカーンとその空を見上げとったんですよ。のんきなもんでね、空襲の経験がないしね、だから私はもうなんか偵察に来たんだろうってわけで、その空を見上げとったんですよね。そうするとその広島の上空を行き過ぎた頃にそのB29が反転して逃げていくんでね、おかしいな、おい飛行機が逃げよるでって言った時に原子爆弾が破裂したわけでね、まずはね、とにかく轟音と熱波と同時だからね、ものすごいガーンというその破裂音で、聞いたと思った途端にもう私はもう強烈な熱風でみんな草っぱら吹き飛ばされましたよ、だからもう光というのは私は覚えてないね。もう音とその熱風がもう同時ですからね、かなり吹き飛ばされたもんよ。私そこがね、そう草っぱらだからよかった。あれだけ怪我をしなかった、ほんで、ふっと気が付いても立ち上がってみたら、ものすごいその火炎といったりが火の玉といったりがね、それがうわーっともう盛り上がってるのが見えましたからね。でそこにあったお長天満宮神社があってね、でそこの神社の息子と私同級生でよく知ってましたしね、だから何人かの友達と一緒に「おいすぐ天満宮に逃げていこう」と。で神社の裏の山の中に逃げようっちゅうわけでね、すぐ逃げてったんですよ。その天満宮で行って最初にしてもらったのが、みんなうちらやけどしてるわけだからね、帽子をかぶってで帽子から下がやけどしてるわけですよ、だから早速行って、天満宮行って、みんなそのやけどしたところへ天ぷら油塗ってもらいましてね、やけどの応急手当だからで、みんなその天ぷら油塗ってもらって、それで神社の裏の谷間に逃げ込んだんだ、で私はね1年生がいた場所は非常に過酷な場所だったということはもう分かってましたからね、だから1年生はみんなそこでね、もう本当に粉塵の中に倒れたり、あるいは川に溺れたりしてもう非業の死を遂げられたんだろうと、ずっと長いこと思ってたんよ。で我々2年生もね、みんな集まっても1年生がどういう状況だったいうのはあんまり話題に乗ってこないのよ。上ってこない2年生の我々も。それみんな1年生がどういう状況だったいうのはもう詳しくは知らなかったの。ところがね、
戦後24年経った昭和44年1969年にね、広島テレビ放送が、原爆ドラマで石踏みというのを放映したんですよね。これがね広島日曜1年生の物語だったわけですよ。それで初めてね1年生の様子が分かったんです。で結局それどういうことかと言いますとね、そのテレビ会社に制作部長をされた方に、鈴木田純一郎という方がございましてね、これがやっぱり日中の私は3年先輩の方ですよ。でその方がね非常に情熱を燃やされて、広島日中の1年生の死を無駄にしちゃいかんというので、遺族の方からね1年生子どもさんの様子を全部集められたんですね。で多くの遺族の方が協力されて、自分の子供がどうだったというのを全部集められてね出されて、でそれを集めて、でそれで初めてそのテレビドラマが作られたんですね。まだ12、13歳の子供ですからね、まずやっぱり頭に浮かんだのは家帰ろうということでしょうね。だからそのまま倒れずにまだ力あるものはねやっぱり家路を目指してるんですよね。でやっぱりお母ちゃんに会いたい、家に帰りたい気持ちが一番先に働いたと思いますよ。だから家に実際にたどり着いた子もいるし、途中でね力尽きて死んだものを追うとかね、そういうこともずっと語っていかれたんですよ。そういうふうに我々から見ればみんなその場で倒れられると思ったのがそうではなくて、もう必死になってそういうようなどう言いますかね、家路を目指したりした子がいたということに私はもう驚きましたよ。よくもそれだけの力があったものだと思いましたね。私はね被爆体験の証言を続けておるんですけども、でやはりこういう広島であったこと、長崎であったこと、これをねいつまでもこう後に伝えていくということも非常に大事なことで、それが一つのまた世界平和につながることだと思ってるんですけどね、最近ちょっとね、見え方を変えましてね、今年の8月なんですけども、アフリカのルワンダでね原爆展がやられたんですよ。ルワンダというのはアフリカでも一番小さい国なんですけどね、20年前にその大学生があったところですわ。まあ私も信じられないようなね、その悲劇がそこにあったというのを知りまして、よし我々はね広島のことも伝える、広島の悲劇も社会の人に伝えなきゃいけないと。だけどももっと目を広げてみたらね、アフリカのルワンダではそういうその大虐殺があった。やっぱりそういうことも決して忘れちゃいけないと。だからカンボジアも大虐殺があったら、やっぱり世界のそういういろんな悲劇があったことをしっかりやっぱり受け止めてね、でそれを後に伝えていく、これやっぱりね一つの平和につながる道だろうというふうに思いますから、私は広くもこれからもっとね世界に目を広げて、そして起こったことを後に伝えていく、これは一つ大事なことだなと最近思ってますけど、だからみんなねやっぱり日本のことだけじゃなくて世界のことにもねやっぱり目を広げて、知っておくと、それがやっぱり今どう言いますかね、世界平和につながっていくんじゃないかなと、そんなことを最近は感じてるんですけどね。私は音楽活動を通じて今一度どう言いますかね、平和へのメッセージ言いますかね、そういうことをやって、今のレクイエム石踏みを演奏したというのもそれですし、それから国連本部に行って平和コンサートをやったのもそうですし、また来年はまた被爆70周年だからね、いっぱいいろんなその行事が予定されてるんよ。だから私はやってるのはむしろ音楽を通じて世界平和に貢献できればというのが私の使命だと思っておりますので、まだまだ年は取っておりますが頑張ってるところです。